当にお腹いっぱいもう食えないです。そうですね。はい。いや多すぎますわ。
華屋さん使ってるとこ多いんちゃいますか。
焼き飯麻婆麺お願いします。出しこれでいいお願いしよ
何を今日は頼まれたんですか？今日は辰巳丼セット、ラーメンセットの辰巳丼セットで、はい、ニラがすごく多くて、はい。卵とピリ辛の加減がすごいマッチしてる丼だと思います。すごい濃厚で美味しかったです。はい。焼き飯、皿うどん、スタミナ丼にお願いします。多いかな思いながらもちょっと一回頼んでみようっていかがですか？いやもう圧倒されました大きい皿わー入ってたらそうやったなーと思って今日頼んだけどよくさえしたもう食べきられへんかったんですか？はい、はい、もうこんだけお持ち帰りあ、お持ち帰りされる。持って帰ってはいありがとうございます。失礼します。いやまあまあ食べきれる人もいれば。すごい。あれ何を頼まれたんですか？あれ A 定食のご飯をああ、もうさすがにお腹いっぱいもう食えないです。そうですね、はい、もうどれぐらい前から来られてるんですか？ 10年ぐらいだ。そんなにしょっちゅうも来ないですけど、たまにおすすめの何かその10年間言われてるんでおすすめ定の食がほとんどメインやからあれやけど、何食っても美味しいんじゃないですか。ああ、何かお好きなメニューとかってございます？焼き飯かな。焼き飯なんですけど、普通の頼むと大きすぎるんでそこはちょっとセーブしながらはいいつもは出前で定食
をよく頼んでも A 定食とかを頼んでます。あいや多すぎますわご飯とかは1個で十分なんで、1個は家なんでもう残して翌日とかに食べてます。あとてもボリュームもあって味付けも良くてはい気に入ってます。食べきれないお客さん結構持ち帰りになるケース多いんじゃないですか。そうですね、結構多いです持って帰る人もいはるし、でも今まで最高は B 定食の、ご飯大盛りを2つ食べた人が一番悪いから、僕の中で最高の人です。うちのお店の名前の由来って辰巳園っていう名前なんですけど、辰巳っていうのがうちのお父さんの名前です。はい、でお父さんちょっと僕が25ぐらいに亡くなったんですけど、それ前ちょっと自分で店やりたい言ってたから、まあ、せめて名前だけでもっていう感じで今の辰巳園っていうのにしました。ほぼ毎週食ってる。もう豚一頭ぐらいいったんちゃう。はいどうぞ。営業中はもう一人なんでバタバタしちゃうの嫌なんで、もう全部炊く分に分けて、もう入れたらいいようにこういう感じで全部分けてるんですよ。米洗ってっていうのを営業中にやってるともう回らなくなるんで。炊飯器3台使われるんですね。そうなんですよ。これ一応保温にするっていうので2台でずっと炊いてるっていう感じで。まあ5升は絶対炊くと思うんで、とかった料理やってるんで、まあ入店するというかは誰かがハマってくれたらいいかなっていう感じなんで、だから味も濃いめですし。卵は使ってますかね。やっぱ味も全然変わります。そうですね。チャーシュー自体が味濃いんで、やっぱそこに卵負けないように卵の黄身の味が濃いやつにしますかね。追加でダブルにしたら1個ご飯のせたりするんで、
そうするとやっぱみんなね、いい卵で食べるとこう卵かけご飯じゃないですけど目玉焼きご飯みたいな感じになって喜ばれると思う。曲がりされない状態っていうのは何屋さん？もつ鍋屋さんです。今はちょっとね、もつ鍋屋さんの方が休憩というかスタッフの関係でちょっと休んでて、夜は今イタリアンが入ってる感じですね。だから昼は定食や夜イタリアンっていうわけわからん店になってますけど、その前は何されてる？その前はここで働いてました。ここもともとカレー屋さんやったんで、スパイスサのバビルの塔っていうカレー屋さんで何年ぐらい働いてるんですかね。4年5年近く働いててっていう感じですかね。ずっとすごい店長やってたりとかして、で、閉まるってなったんでどうしたらいいかなってなって、曲がりがいいかなと思ったんで、で前のここからちょっと離れてるんですけど、そこの店舗で曲がりスタートっていうのが大体2年前ぐらいですかね。2023年の5月ぐらいにスタートっていう感じですかね。で今2年ちょっと経ったっていう感じですね。カレー屋さんの時から実はチャーシューエッグって出してたんですよ、メニューとして出してて、で人気やったんで、じゃあまあチャーシューエッグ1本でやるのもまあいいのかなと思ったんで、まあフライパンさえあればと炊飯器あればできると思ってたんで、それがスタートしたきっかけですかね。ご自身で作っておられる？ああ、そうそう。ちょっとでもね、なんか皆さんの目に留まってくれたらいいなと思ったんで、みんながおっと思ってくれるような感じでアカウントは作ってる感じですよね。平日も週末も50食限定っていう感じですかね。そうですね、イベントとかやるとやっぱそれぐらいは70人80人ぐらい来るんで、その時はもう50食じゃなくて全然2日で150食ぐらい用意してっていう感じなんで。こう前倒しに開けるとあんまり並ばないので、みんなねちょっとでも並ぶのとか待つのを短くできるのが一番いいと思う。トッピングとしては毛沢東スパイスとガーリックマヨネーズのトッピングが多分一番多いですかね。で目玉焼きダブルにするか、あとはライス大盛りにするか。ご飯大盛りだと大体400から450ぐらいで、ノーマルだと200から250ぐらいですかね。だから50食で、5升ぐらいと考えれば1人1合は食べてるぐらいの感覚ですね。だから多分大盛りの人もおって普通の人もおるんで、そのバランスでそんな感じなんで。
部さんどうしました？ノーマルでいいですか？はい。ごめんなさい、お会計だけ先払いになってます。1400円と1200円ですね。はい。いらっしゃいませ。一応さん。そう、そちら椅子座って待ってください。はい、じゃあ声かけます。愛知の2時からだって。でも決勝じゃなかったの？ただ単に目玉焼きこうバッてやっただけだとめっちゃ白身流れちゃうんで、それだとちょっと見栄えがかっこ悪いんで、だからこう形整えてっていう感じでやってるんですね。愛知からいや初めて来ました。はい。スタンダードでしたけど、はい、お腹いっぱいですね。また来たいです。今日何調べてこられたんですか？ TikTok 見てきました。めちゃめちゃ美味しかったです。どちらから来られたんですか？愛知から旅行で。何ご注文されたんですか？ガリマヤと毛沢東スパイスホロホロで美味しかったです。
まあ、うちのチャーシューの特徴としては、なるべくこう分厚く切ってあげるっていうのと、ラーメンとしては二郎系のラーメンが好きなんで、なんかチャーシューでご飯食べれたらなっていうのがもともとスタートなんで、味付けもどっちかというとこう、醤油の味というかラーメンの返しみたいな味付けにしてて、で、胡椒も効いてるっていうのもああいう二郎系も胡椒効いてる感じなんで。そういう感じで僕のチャーシューエッグを作ってる感じですかね。でガリマヨとかもそれもやっぱ二郎系のラーメンにトッピングでガリマヨとかもあるので、だから合わないことは絶対ないので、もうスパイスはもう本当にどこのお店もあんまやってないのかなっていうオリジナルっていう感じだと思うんで、その辺はなんか自分の色を出せてるんかなと思いますね。下に引いてます。いやめちゃくちゃ美味しかったです。肉がめっちゃ柔らかくて、でなんかご飯の進む味がすごい美味しかったです。スパイスも本当になんか食欲がめちゃめちゃ湧いて、本当にご飯が止まんなかったです。ギリギリまでなかなか形保てないやつも中にはあるんで、どうしてもこう分厚いので、分厚くて硬かったらやっぱねしんどいんで、分厚いけど柔らかいっていうのがやっぱいいかなと思うので、部位はもう豚バラしか使わないので、豚バラで柔らかく炊くっていう、簡単に言えばもうちょっと角煮っぽいというか、それをもう最後焼いちゃうっていう感じなんで。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。ご注文されたのは一番普通のやつですか？思ったより量が多くて大盛りにしようか悩んでたんですけど、思ったより波でもボリューミーで美味しくいただきました。柔らかかったですね。箸で全部切れたんで、ちょうど胡椒がアクセントですごく美味しかった。何からどのトッピングでどうやって食べたら美味しいやろって考えながら食べるからあっという間になくなったかな。僕はからしとマヨネーズ混ぜて食べました。めっちゃいいっす。味ガツンときて美味しかったですね。ご飯めっちゃご飯めっちゃ多かったですね。もうなんか大盛り、もうなんか漫画盛りみたいな。それを食べきりました。食べきりましたね。余裕でした。案外ペロリでしたね。ああ。どこ食べてきたの？朝4時に万年食ってる。お待たせです。全部と。もうこれはい、どうぞ。いつも一人ですもんね、大体ね。年後はなる2年丸2年オープン当初からね。その前にここで出してた味を覚えてて、でミート君が独立すんのやって、はあ、なくなったと思ったやつ食えるやんってなってからずっと、そこからめっちゃもうほぼ毎週食ってる。もう豚1頭ぐらいいったんちゃう。さすがに言ってると思うね。常に豚増しやねんから。結局醤油だれが一番うまい。この醤油だれが美味しいから全部トッピングがいけてると思ってるから、もう常にそれがなかったらご飯に合えへんと思う。
もうだからこれは50食以上食べて気づいたことお疲れ様です。でも大盛りね食べたいと思うんで、やっぱあんな山盛りご飯食べるっていうのがみんなね嬉しいと思うんで、ああやってビジュアルからちょっとでもこうテンション上がってくれたらいいなと思うんで、そんななんかもうバカ稼ぎしてるわけじゃないですけど、まあ奥さんと2人でご飯食べていけるぐらいはまあなんとか生活はできてるかなと思うんで、まあでもねずっと曲がりっていうわけにはいかないんで、いつかは自分の店舗をやるっていうしかもうね目標はないと思うんで、どの業態になるんかはまだわからないですけど、もしかしたらチャーシューやらないかもわからないですし、でもやっぱね今こうやって来てくれるお客さんもいっぱいおるので、どうにかこれを続けれるようにちょっと日々頑張ります。美味しいって言ってもらえるその一言のためにこうやってるんかなっていうのはあるんで、美味しかったりもうみんなああやってがっついてくれるのを見るとすごいこうやっててよかったなって思うので、そういうメニューを作ってるんでね、やっぱそうやってみんなが箸止まらずガツガツっと食べてくれることが一番の答えなんかなとは思いますね。うまい。ここのお店の良さっていうのは、前徳のキャラです。圧倒的にパッションですね。100%。大阪でホルモン言うたらこういう味やなっていうか、ぜひ買うて帰ってきてや言われとって。はいどうぞ。はい。お客さん好き好きで何が好きやねんお客さんが。なんでつけないの？あ、ついてるわ、ついてるわ、ついてるわ。みじみじしく。ちょっと重ねて。このお店が一番最初ですか？いやいや、向こうの新豆駅がある。あっちが本店。こっちが本店、こっちが D5 店ですよ。うち客なんですよ。ホルモンにしたのがね。今年6年か。満6年。それでトータルで2011年から始まり。16年目か。もう綺麗に綺麗に。いつをこれバレる。
そうや俺らの店匂いを消すの感じね。よいしょ。鉄これ。これさっとね湯がいて匂い取ってこれプリプリしてくるからめっちゃ美味しい。で油があったらこの身が硬くなるんですよ。鉄板の上が。ね加減もね、うちしかわからないな。ここまで油取るかどうか。油を取りすぎても取りすぎないダメで。取りすぎてもカサカサなるし、取らなすぎてももう鉄板でやった時にカチカチになったら上がった感じになっちゃうから崩壊。2011年、それの前は何されてたんですか？前は会社勤めたんですよね。何をきっかけにそうして始められたんですか？会社は勤めたって天然があるし、それで60歳になっても健康なのに60歳になって何するんだろうと思ったらやっぱり店いろんな人が訪ねてくるじゃないですか。それで店やろう、人生どうこう楽しく過ごそう思って、それのきっかけ。こんなんばっか食べてるからね、俺のお腹も膨らむよ。これがめっちゃ美味しいよね。これがうまい。ほんで豚の肺は柔らかい、で今日の肺はしっかりして香ばしさがある。あの時までコクがあるかな。めっちゃ出るですよこれ。外国の人も日本の人もみんな美味しい。これだね。これで終わってから一番そうですね。これを後でグラム測ってね。それで秘密のタレを足す。この秘密のタレは秘密や。よいしょ。5キロ濃いめのいいです。切っていくっすね。これだと愛をこの上に入れている。一半入れる。13、14。今日14やろ。あ、ちょっとあれだけスライスだけやった。スライス。
これ灰だけこの時ってパパモみたいに売れたらどうしたって。食べ物あんまりわからないから、2年半ぐらいはこれ勤めたんです。仕込みをどのようにしようか。韓国の店に1年半はホルモン屋さん。それでなんでこんな流行る食べ物があると思って、やっぱりコツがありました。ハンマダのそのお店の名前の由来みたいなのって、これはね、広場やな。広場に人がいっぱい集まっている。物もいっぱい。にぎやかな。人もいっぱい。メニュー増やすな、しんどいだけや。これちゃいますね、これ。うまいわ、これ。うまい。あれね、こいつは。やっぱ飲食店が一番いいですね、いろんな人と出会えるんでね、旅行の人とか。俺はそれが楽しいし、お腹すいたって聞いたから。ありがとうございます。こいつなんの。いやな。元気なやつ。およっしゃ。ちょっと水飛ばすよ。よいしょ。オッケー。街をきれいにね。
ケー。なかなか終われ。通りたら。きれい。焼きそば。大阪でホルモン言うたらこういう味やなっていうか、だから今日もだから横浜から妹が帰ってきてんねんけども、ぜひ買うて帰ってきてや言われとって。おお、なんか嬉しいな。800円の2つ。800円2つ。オッケー。いいよ、1600円。おいちょうど。美味しいですよ。他のとこと違って、そんなに癖がないっていうか、その多分タレがええし、ホルモンの天醤油があれをやってんやと思うんやけど、他のところはもっとこう生臭いっていうか肉臭いの。いや僕はもう10年は超えてるっていうか。あ、そうですか。気付いたらここで買ってたっていうか。お疲れ様です。いらっしゃいませ。こんにちは。ありがとう。ありがとうございました。やったね。新しく来るか。いらっしゃい、どうぞ。いらっしゃい。お帰り。あよ、いらっしゃい。早いな。いや。はい。韓国産唐辛子。砂糖。魔法だから。はい、いい。いらっしゃい。ハウス。ちょっと初穴子やからちょっとだけかな。まあまんでる。한시서부터 낮 1시부터 사실이요. 이렇게 안 하고. ありがとうございます。タレなんかの特製タレ。うわ、絶対うまい。ありがとうございます。はい、いらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。めっちゃうまいです。何色かな。たまに来られるんですか。いやいや、通るばっかり。通るばっかり。あかんやん。あかんやん。
大繁盛してるからな。通るばっかあかんやん。なんて買わな。買うてください。買わな。ちょっと食べ過ぎやごめんな。 그래도 상관없는데 너 없을 때. 교모. 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 호시모노야 호시. 하야. 와르바시와 만투. 아이. 아이. 아리가또 고자이마스. 셰셰니. 오케이. 키스가또. 아리가또 고자이마스. 땡큐. 바이바이. ライ。オッケー。はい、いらっしゃい。ネギ、ネギ。ね、オッケー。はいよ。こっちは軽く焼くだけで。おどでよー。いらっしゃい。いいよ。買い物おかわり後でいい。オッケー。卵塩。これもめちゃくちゃうまいですか。うま。およ。もっと強いやつ来た。おそば。いい子。クローリー焼いてあげないとますね。ちょっとこれいらない。私だね。私や。私って言ってますよね。そう、私です。どうぞ。探さないで。探さない。バイトがいっぱいすぎて困ってるけど。300円がちょっとちょうだい。バッ。あよ。うまいよ。やばいよ。みんな近場の寿司屋さん。寿司屋のさんのほら。修行中です。修行中。気合い入れるために寿司の。はい、いらっしゃい、おいしいよ。いらっしゃい。어 이거서 이거 You are from New York? Wow, very good. 와, 15年ホルモンを焼いてるからこの鉄板でその味が焼きそばに入る。もっと美味しい。はいよ、Thank you。Thank you。いらっしゃい。ね。当てるの人もおろしな、ここ半端なんだね。おじちゃんなんでこれ最近。はい、ビスケ。おいよ、チキン。よいしょーい。いらっしゃい、どうぞお待ち帰りできます。いらっしゃい。怖いな。俺もテレビに映るやつで、はい、写真。
いらっしゃい、どうぞ。Take away. Okay. One, two, one. 師傅。4D。またね。先生。ちなみにどちらから来られたんですか？横浜です。神奈川。はい。噛み応えが。あります。なんか言ってますよ。大阪の方ですか？いいの。びっくりした。ソーセージ。はい、いらっしゃい。あ、いいや。いや。うまい。うまい。うまいです。常連さんですか？うん、いつもパジャマで来てくれるんです。パジャマに。パジャマで覚える。今日じゃあ全然違う。これもパジャマなんですよ。호빠이랑 소고기 호빠이랑 돼지고기 내장. 뭐라고 하는데요? 이거 호빠이. 호빠이가 뭐예요? 장하고 야키소바. 야키토리. 아, 야키토리? 어. 어이요. 맛있다네. 이게 우리가 네 마음이요. 프라이팬 뭐 또, 오.して置いとく。 야오친 류바의 수수. 야오친 류바의 수수. 아, 행복시 그러냐? 오늘 한 마디. 야야야야. 오지상 프란피아. 땡큐. 땡큐 땡큐. 아, 이라시아이, 이러소. 아, 많이 넣었다. 투 하이볼. 야키토리 2. 투, 원 세트 투 피스. 지금이? 이라시아이. はいどうぞ。はい、マビルと。オッケー。うまいで。うまいで。うまい。あ、very delicious。Yes, more. Thank you. Beef and the pork. Beef and pork. よいしょ。Thank you. Korean pancake. Thank you. How does it taste? It's delicious. It's very good. 미나가 한마리야. 라이. 가이루네. 네. 我走啊，我早上想要走。哎，那是。You are from? インドネシアが。トリマカシ。
鳥任し。そうか。インドネシアは鳥任しらしい。あ、そうなの？それが俺何も知らんから。それしか知らん。ここのお店の良さっていうのは、前徳のキャラです。絶対的に。それ言ったんです。もう圧倒的にパッションですね。100%。なかなかやっぱ日本でこう路面で立ち飲みみたいな。それもまたいいんじゃないですかね。なんか観光客からしたら結構馴染みやすいかも。Thank you. Same. Come again. 我已经点过了，你要这个要这个要啥？Yo. Thank you. Thank you. Thank you very much. おいよ。谢谢。できるけでね。OK。しゃあ、はいよ。おやす。ありがとう。おいよ。目が似てんだよ。あれは別にあれですあれは席は俺の兄弟分俺の兄弟あれ殺された俺の本物って俺あれビルの家のビルあのビルはその今のセットだよそれずっと飲んでるの？GX らしかった。オートモド。ありがとう。すみません。ありがとう。気ぃつけてな。は気ぃつけて。気ぃつけて。はい。声高め。な。ちょっと弱い。こうやって。あ、まだ踊ってる。ワンちゃんはどこ？知らないです。そんな有名な人だけど。こっち。聞いてるな。何よりでもやっぱりね、観光で来てくれた人も外人の子は日本語できないと思うんでね、僕らが寄り添ってあげるっていう心がね大事ですよね、やっぱり。すごいやっぱりこう外国の人をね還元する気持ち、これは大事ですよね。カットで。今まで食べたうどんの中で一番美味しい。はい。もう来てよかったです。最高です。いや美味しい、毎年美味しい。うどんが好きなんで、はい。
だしはどのぐらい取るんですか？多分あれでね、まあ、全部なくなります。400人ぐらい来るんで。卵用です。これ雑煮に使うんですよ、これともう一個別で炊いた醤油ベースのごぼうとこんにゃく炊き合わせて使ってる感じですね。俺飲んでよ、じゃあ。いや、じゃあ、また発注して炊かなあかんの。
ざるでしょうね。高松の本店で明太作って。そうです。向こうで父親が製麺所があるんですけど、そこで前日の昼ぐらいに練ったやつを運送会社の人に寝かす時間を利用してで送ってもらってます。ちょうどいいぐらいになってますわ。だから届いたらね。お水はやっぱり香川の地元の水がね、はい、やっぱりうどんに合うてるんで。これぐらいのな、あんまり沸いてないところからこうどういうの中でほぐして、ほぐしてで沸かして、煮出したら甘濁らん。この時点で。
取りながら管理できるようにしていったら美味しい出汁が取れる、それってでも向こうで出汁取ってるのに通ずるから、お雑煮も出してるんですね。うん、香川のね白味噌のあんもち雑煮、こんなにウケると思わんかったけど大阪で。今では結構人気メニューに。1日120ぐらい出る。去年は3000食、今年はそれをさらに上回るペースやけど。おいくつになられるんですか？年は、50歳。あ、50歳。29歳の時から始めた。あ、そうなんですか。もう今で今年の4月で21年になります。高校卒業してから板前を5年やって、でその後父親のとこで6年うどん屋一緒にやって、でここへ開業したい。まあもともと子供の頃からもう家がうどん屋やったから手伝わされてましたけど。そうですね。英才教育ですね。嫌やったけどね。そうですよね。学生服に粉とかがねついたり、こう調理するのは好きやったんやけど。香川の方は朝ごはんとして食べるのが多いんですか？そうですね、あまりこう特にとらわれることなく四六時中うどん食べてる感じかな。喫茶店にもうどんがあるし、運動会の食い倒れ競争でもうどんがあるもんね。普通あんパンとかやんか。あんパンとか粉に入った飴とか食べるやんか。うどんがある。まあまあすごいうどんが熱い灼熱の中に置かれとるから食われへんのよ。これを何回ぐらいやるんですか？9時半ぐらいまで打てるだけ打ってるって感じ。なるほど。まだ全然うまくもないし早くもないんで。今後将来的にはうどん屋さんとかやろうと。そうですね、やってみたいなっていう思いはありますね。おじいさんもうどん屋でね、僕。あ、そうなんですか。そうでいつも商売忙しくやってたおばあさんがね作ってくれた味がこれ。
さんって朝も早いですし、かなり体力仕事じゃないですか。そうですね。なんか今も21年は続けられてて、はい。なんでこの仕事をずっと続けられるんですか？いや、普通な答えになるかもわからんけど、まあうどんが好きなんで、はい。朝早いとか夜遅いとか、そういうことって今まで苦に感じたことは一度もない。でもまあ20年前と違ってやっぱりね、最近はちょっとコンディションというか、その辺は考えながらいかなあかんかなとは思ってます。もうなんか子供の頃から慣れ親しんだものやからなんかね、まあ讃岐うどんでね、郷土料理じゃないですか。だからそういうのをやっぱり継承していくっていうことはこれからすごい若い子も関心が高まるんじゃないですか。こういう YouTube にしろ見てね。ちょっと麺は細めですか？ちょっと細め。結構讃岐うどんって太くて硬いっていうイメージ持たれとる人がまあ未だに多くおるんやけども、僕は小さい時からどっちかというとこう手打ちうどんでちょっとしなやかな喉越しのええいうかね、まあかまんで食べれるような本来の讃岐うどんの味は持ってるから。それでも気持ち伸ばしすぎぐらいの感じちゃうのか。方というか、まあ兄貴のもあるのかもわからないけど、もうちょっと。
え、ありがたいことで。よく来られるんですか？まあもう長いお客さんで。はい最近ちょっと回数少ないんですけど、昔は月に5回ぐらいとか来てましたよね。結構うちは常連さん、長いお客さん多いんで、はい、まあこうやって会話しながら開店前でもどれぐらい列できるんですか？多い日で5、60人かな。週末それぐらい来て、で今日あたりなんかは多分30人ぐらいだと違うかな思うんですけど、結構早く注文聞くっておっしゃってましたね。そうですね、今のパートさんがもう今年で20年になるんですけど、ぶわーっとオーダー取って、はい、ほんでもうお客さんに座ったら極力待たさんようにもう料理うどんを提供してる感じです。待ってもらってるんでね、なるべくね早く食べてもらって、昼間だけで260から70麺用意してるんでね、うちのパートさんが動きが素晴らしいんで夏に向いての4分ぐらいで来たら、はいはい。だいぶ早かった。45分前とかでしたよ。そうです。でも全然待つの辛くないですもん。いろいろ見れたり。楽しい。限定が今のところ5つぐらい入ってますで、ちゃんぽんが3入ってます。ちゃんぽんが3入ってます。こっから。3番目5番目。まだもうちょっと温めた。じゃあ相席テーブル
はい、いらっしゃい、どうぞ。はい、いらっしゃい。はいよ、お願いします。最初限定グリルトマトさん。これちょっとこう4これ水。お願いします。その3人とか4人とかおるところはたまにどっかどけてつけ麺準備して。ちゃんぽんはいってんの？いってます。もうできたら1個出してくれて。はいよ。もうちょっと左スープちょうだい。青の。テーブルさん右のところはい。はい、ちゃんとお待たせください。
天ぷらにちりたまり。はい、ちゃんぽん。大体聞いてます。大体1回は空いてる。これエビ天同じとこ？はい、違うとこ。はい、エビ天。ありがとうございました。めっちゃ美味しい。私ら2人昨日も来てるんです。昨日も来られてしたんです限定。限定にして。白味噌のね、こんなお雑煮他でないでしょ。あんこ雑煮うどん。だからこの限定っていうのは毎月毎月で楽しみですよ。ああ、確かに。ここに何年も通ってるうどん好きで。期待通りすごい美味しくて、私がいただいたのが、オリーブ豚のつけ麺。お出汁がすごい生姜が効いてて、麺もすごい熱々の状態で、お出汁もすごい熱々の状態ですごいハフハフ言いながら食べたんですけど、並んでる最中も注文聞いてくださってスムーズに注文したものも出してきてくださったので、すごく対応もいいお店だなって感じました。ありがとうございました。ありがとうございます。天ぷらいきます。はい。釜石カウンターの小判さんです。はい。どうもありがとうございました。すみません、毎度。今日はありがとうございました。お土産はいいね。ありがとうございます。美味しかった。毎年。毎年。この時期。何にしたんですか、今日は。これ。雑煮うどん。これとこれと。最高です。いや、美味しい、毎年美味しい。変わらず美味しい。ご主人はじめスタッフみんな素敵な人ばっかりで、心休まります。雑巾で、雑巾ですね。
まっすぐ。はい。この油が優秀。この菜種油。汚れないまず。確かにで、胸焼けしない。香りがいい。でも結構お高いんじゃないですか。倍は。色が黄色みがかったでしょ。卵と薄力粉で作ってる天ぷらやから。ありがとうございました。今日はかけうどんのあったかいのの炊き込みご飯セットにしました。私も冷や天うどんの、炊き込みご飯セットにしました。インスタですかね。インスタで美味しかった。美味しかったです。なんかね、なんだろう、すごいなんか体にこう優しいようなこう味で、はい、美味しかったです。天ぷらも美味しかったです。麺がね、美味しかったですね。はい、麺が美味しかったです。今まで食べたうどんの中で一番美味しい。はい、美味しかったです。はい。冷や天うどんの大盛りです。今まで食べたうどんの中で一番美味しかったです。もう来てよかったです。持ち帰りです。はいよ、2個ね。はい、いらっしゃい。どうぞ。今日はおろしぶっかけ。一番お気に入りのメニューとかあったりしますか？おろしぶっかけ。おろしが乗ってて、お出汁とあとすだちをかけていただくんですけど、めちゃくちゃ美味しい。めっちゃ早いです。早いですよね。多分すごく連携がスタッフさんの連携がいいのかなと思います。すみません、毎度。真ん中立ってもらう。結構皆さん雑煮うどんここでしか食べれない味って言ってますね。ああ、そうですか。そうですね。関西やったらここぐらいちゃうかな。香川行ったらね何軒かありますけど。雑煮はちょっと人気なんで1月2月2ヶ月ですけど、あと他は毎月変わっていってます。3月はもう決まってるんですか？3月はかすうどん。かすうどん。はいはい。大阪の。はい。讃岐とコラボね。いいですね。4回か。2000円もらって限定上がります。はい。お願いします。はい、すみません、お待たせしました。はい、失礼いたします。はい、すみません、お待たせしました。ほんまに座った瞬間ですね。そうなんですよ。もう開くなっていう時にもう入れて出す感じですね。
ね、昔うどんは早い、安い、うまいってやったけど、安いはちょっと今ちょっとうちでは無理なんで、その2つは何とかやろうかな。6でいいですよ。1で。カウンター6の後です。11カウンター6から。はい。カウンター6きつね、カウンター4冷やし。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ちくたまのちょうどです。ちゃんぽんうどんっていうのは結構珍しいと思うんですけど、父親のお店から始めてて、僕が中学校1年ぐらいの時から、やり始めて、で地元でもあんまり他はないんですけど、ちゃんぽんうどんが一番名物になってるんですよ、高松のお店も。そうなんですか、はい、で大阪もそれを引き継いでやってきたんですけど、こっちもよく出る看板メニューの一つです。ありがとうございます。テーブル4で大。はい、つけ麺冷や大です。大阪つけ麺っていうのもかなり出てましたね、今。あれは僕が考案したやつで、はい、地元の豚肉使って、はいまあ、今風なお客さんに食べてもらおうかと思ってやったんですけど、意外と年配の人も喜んで食べてくれる感じで、はい、ありがとうございました。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。まだお願いします。自分が店出したら来てください。いつぐらいとか決めてるんですか？全然ないですけど、やっぱこう自分の納得いく技術つけてやりたいですね。まだまだなんで先は長そうですけど頑張ります。うどん坊っていう名前の由来は何なんですか？綿棒言うけどね。その手打ちのね。じゃあもう今後も手打ちはやめれないですね。そうですね。はい。現役でおる以上は手打ち頑張ります。はい。まあ若い子が次世代の子がやっぱり育つような環境を作っていけたらなとは思ってるんですけどね。野菜の優しい味がちょっと甘みがあってすごい美味しいです。餃子3グラム近い。はい。ありがとうございます。売りにするだけある。美味しいですね。
際に個人の YouTube やって僕多分8時半頃に来ると思うんで、はい、お願いします。ありがとうございます。すいません。南森町でせがれが土日とか土曜日だけか私ら休みやったんで、その間間借りしてて、その時にせがれおばちゃんとかやったら名前あかんからでせがれんとこにして、でその時にシューマイを出してでしてたんやけど、だんだんもうシューマイがあるかないかだけやから、ほなもうおばちゃんのとこで名前統一してもう全部一緒にしようか言って。
本当朝早いから来てもらったんで。ありがとうございます全然。昨日のじゃあお昼からこう炊いてるんですか？もう昨日の朝からですね。もう朝から炊いたやつが。今火入れて、入れて混ぜて、でお客さんに提供する感じですね。からは斜めになってる。水の加減で排水の加減でこうやって手当て考えたりとか今もお父さんがしてね手当て考えたし。シューマイめっちゃ大きくないですか？これでもちっちゃなった方なんですよ。一回で焼き鳥屋さんで、鶏が余ったりもしたことがあって、それでなんか一品作ってや言われて、で僕が絶対今後今から絶対シューマイがブーム来ると思ってシューマイを鶏ミンチで作ったら、みんな美味しい美味しいってお客さん言ってくれて、でこっちの実家に入るようになって、親父がなんか武器1個ぐらい持ったらへんちゃうか言われて、でシューマイしかなかったんで、シューマイやったらみんなが美味しい美味しいって言って、じゃあラーメンと餃子は店側が推してるんですけど、よく出るって言ったらもうラーメンチャーハンセット。うちはもうスープは全部一緒なんですよ。ちょっと味噌目のあっさりとしたラーメンと思ってもらった方が、うちのチャーシュー食べていただいて、チャーシューおいしいおいしい言ってくれて、でチャーシューをお持ち帰りされる方もいっぱいいらっしゃるんで、
とタンピンのチャーハン。こちら鶏皿も置いてきます。お待たせです。参ります。ラーメン、じゃあ、はいよ。もう毎回これ食べられるんですか？いろいろ。美味しい。美味しいですか？ラーメン用のセット2つ。2つ。はいよ。餃子セット、お一つ目の餃子。前からラーメンを2つ出ます。まずお一つ目。ありがとう。お疲れ様です。
冷や用意してます。はい。夏なんでさっぱりしてる。トマトラーメンを1つ、餃子3人前。はい。餃子焼いといて大丈夫です。はい。餃子3人前お待ちください。はい。あんまシューマイ頼んだことないんですけど、売りにするだけある。美味しいですね。おぎり、ありがとうございます。お願いします。もうよく来るんですか。よく来るんです。週1ぐらい。週1ですね。もうラーメンしか食べない。でも年やからね、麺を少なめにしてもらって。おぎり、ありがとうございます。次行きます。ください。ありがとうございます。
本当にすっごい行列のラーメン屋さんがあるのと思って、それでも一回ちょっと行ってみないとと思って、野菜の優しい味はちょっと甘みがあってすごい美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ニラもやしそば。確かに。皆様がカラス足りんだったら前のラー油を使ってください。はい。はい。こうします。吉井さんは見てんねん。とりあえず餃子とシューマイだけと。また送ってますのでお待ちください。最高にうまい。うん、ありがとうございます。ちっちゃい方な、うどんみっちゃじゃないな。どんができるのかな。ラーメン丼っていうイメージがわけへんでしょ。私からなんかないから卵あるから薄焼き間にしたらって言ってでそれから器触って熱いよ。ちいな。これ卵あるやろ。卵入ってました。ネギも入れとこう。麺を。触れてるの時間から。やっぱりよそでいいかな。だから8点取られるかもわからんけど9点取って。そう、主人のお母さんがやり始めて、で主人と私がやって。一番初めは南森町で。それなんで始まったんですか。最初はその米屋をやってて、でおじいちゃんがなんかその義理のお父さんが心臓が悪くて、もう米屋やったら無理やってもう商売買いしようってじゃあ何しよう言って、飲食が一番早いやろう言って、でその当時餃子のみんみんさんが天満の駅の方にあって、そこへお母さんが食べに行って味を覚えて、で自分で餃子を作りはって、で餃子とラーメンだけで最初始めて、で今みたいにこうやってね材料いっぱい揃ってないからあるものでやって、それで近所の人がおばちゃんとこ行こうかおばちゃんとこ行こうか、最初5席ぐらいしかなかった。でそれから主人が一緒に働くようになって店
店を大きくしてで私が来ていう感じでその当時は名前またお店の名前違うかったですか？最初はねお母さん美恵子なんて美しい園って書いてみそのやったんだけどお客さんがもうみんなおばちゃんとこ行こうおばちゃんとこ行こうでもあまりにもおばちゃんおばちゃん言われるからほな屋号おばちゃんとこに変えようかだから最初の屋号3ヶ月したかしてへんか私らが着いた時にもう屋号変えてもええよって言われたけどいやもうこんだけ慣れてるんやったらもうそのまま行くってそのうち私の方がそのうちこいつがおばちゃんになるから今きっちりおばちゃんですけどでなんか名前を調べてもらったらおばちゃんとこっていう名前の店はないって言われてほんなら登録しといたらって言われてで登録してまだ10年は誰も使えない名前なんか若い兄ちゃんがしててもおばちゃんとかですだからご家族ですか？そうです家族とあと、11時からパートさんが1人来ます奥様と娘と娘さんと今日の日替わりはもう決めてるんですか？今日は天ぷらうどんか天ざるうどんの定食する予定ですかなり作業細かくて、丁寧にされるんですね。そうですか。いや、ずっとこのやり方なんで。
薩摩そばっていうそばの比率が多い店やったんですよ。でここに移って両方自家製麺にできないんで、ほんでうどん1本に絞ったって形になってるんですけど、そばだったらそばアレルギーの人とかもいらっしゃるじゃないですか。うどんの方がそういう面では、まあ、小麦アレルギーの人もいてるでしょうけど、数は少ないんで、どっちか1本取るときにうどんを取ったっていう形で、今ここで12年になるんで、その前に4年ぐらいになってはったかな。薩摩そばさんもご主人がされてたんですか？いえ、親の代が2代目になるんですか、ご主人は。3代目になるんですよ。この売ってる田舎焼きっていうのは何かこうつながりがあるものなんですか？なんか美味しいから大きいって言ってすごい売れるんです。買っていく人は絶対に食べ終わったら買って帰ってくれるんで30個とか買います。30個とか買う人いるんですか？はい。へえ。
巻きすごい量巻きますね。そうですね。そうとりあえず36個分巻くんですけど、あとは別で巻いたりも。すごい綺麗なマグロですね。あ、はい。お作り美味しいってよく言われるんで、お作りは新鮮なんで、市場から持ってきてもらって。
初めてなんですか。前から来たと思ったあ、そうなんですね。天ぷらも美味しかったし、麺ももちろんコシがあって美味しいと思うんですけどね。家族連れてきます。ありがとうございました。よく来るんですか。ちょっと通わせていただいてるんですよ。おすすめとかあります。冷やしうどん好きやけど、他のも美味しかったね。美味しかったですね。でも日替わりはいつも楽しみ。1000円でこんなにこうたくさんあるわけ。ここやったらご飯とうどんとかで、これやっぱり一品があるのがね、お得感が。他のお店でこんな美味しい天ぷら、うどん食べたことない。少なめで。はい。18です。山出ます。いらっしゃいま
週に2回ぐらいは。もうかなり前から来てるんですけど、はい、で来るたびにこうやって全部撮ってて、日替わり一番最初いつかな、2018年日替わりしか食べたことない、そう本当に、来ないと分かんないから、その日の日替わりが何か。毎回来るのは楽しみですね。こちらから失礼いたします。揚げもちうどん出ます。薩摩うどんのロゴがあるじゃないですか、はい、あのロゴは昔からあるんですか？私が書いたんです。そうなんですか、はい、で前は薩摩そばだったんです、薩摩そばもあんな感じでデザイナーさんに書いてもらったロゴだったんですけど、はい、今度自分でやるんでもう自分で書いたらいいから前の名残で薩摩そばだったんで、はい、でももうそばを扱わないのにそばってしたらおかしいじゃない、はい、薩摩うどんって。すいません。日替わりの、あったかいのが1つと冷たいの3つ。めっちゃ出汁効いてる。お店は何で知られたんですか？近所に会社があって、そう今日埼玉から来るって言ったんで、どこにしようかってなって決めてくれたんです。ぜひ会社にも遊びに来てください。1000円なんですよ。日替わり？安い。ここ1000円なの？すごい。種類多いから食べてても楽しい。ありがとうございます。すいません。
翔太と、そのためになると、持ってみた新しいよ。